皆さん、こんにちは。今日のエピソードでは、茶道を体験するというテーマでお話しします。茶道は日本の伝統文化の一つで、静かな空間で心を整えながら抹茶をいただく特別な時間です。この番組では、茶道の歴史や道具、所作、そして茶室の雰囲気を初心者にもわかりやすく説明します。ぜひ自分も茶室に座っている気持ちで想像してみてください。茶道は茶の湯とも呼ばれます。ただお茶を飲むだけではなく、礼儀や心の持ち方を大切にする文化です。主人と客が互いに敬意を払い、心を通わせることを目的としています。一杯のお茶を通じて、静けさや調和を感じ、短い時間の中に深い学びを得ることができるのです。これが道の大きな魅力です。茶道の歴史は室町時代に遡ります。中国から伝わったお茶の文化が日本で独自に発展しました。その中で千里八という人物が現れ、茶道の形を整えました。彼はわびさびという美意識を重んじ、質素で心のこもったおもてなしを大切にしました。こうして茶道は今の形へとつながっていったのです。茶室は茶道の中心となる場所です。とても小さく静かで余計な飾りはありません。床の間には掛け軸や花が飾られ、季節を感じられる工夫がされています。この簡素さこそが心を落ち着け、日常から離れた世界へ導いてくれるのです。茶室に入ると自然と呼吸が深くなり、心が静まっていきます。茶室に入る前には露地と呼ばれる小道を歩きます。石や苔、灯籠が置かれた庭を進むことで心を静かに整え、外の世界から茶の世界へと気持ちを切り替えるのです。途中で手水鉢で手や口を清め、一礼してから茶室に入ります。こうした一連の流れが茶道における大切な準備となります。茶室の入り口はとても低く作られています。入るときには体をかがめ、頭を下げなければなりません。これは身分や立場に関係なく、誰もが同じ高さで座るための工夫です。茶室に入れば、武士も町人も同じように座り、お茶を味わいました。この平等の精神が茶道の基本にあるのです。茶道に使われる道具にはそれぞれ特別な意味があります。茶道はお茶を受け止める大切な器で、形や手触りによって味の感じ方が変わります。茶筅は竹で作られた道具で、抹茶をきめ細かく泡立てます。茶床は抹茶をすくうための小さな格好です。道具一つ一つに職人の技と心が込められています。お天前と呼ばれる一連の作法には無駄な動きがありません。茶碗を清める所作も抹茶を入れる動きもすべてが意味を持っています。手首の角度や茶筅の動かし方まで丁寧に決められています。こうした流れを静かに見ていると、ただのお茶の準備ではなく、美しい舞を見ているような気持ちになります。お茶をいただくときにも作法があります。茶碗を両手で受け取り、軽く解釈をします。その後、茶碗を少し回して正面を避けてから口をつけます。抹茶の味は一口ごとに変化し、温度や香りも微妙に違います。飲み終えたら茶碗を丁寧に拝見し、感謝の気持ちを込めて戻します。茶道では和菓子も大切な役割を持ちます。お茶をいただく前に甘いお菓子を食べることで抹茶の苦みがより引き立つのです。和菓子は季節ごとに形や色が変わり、春には桜を、秋には紅葉を表すものが多くあります。目で見て楽しみ、味で季節を感じることができるのです。茶道の魅力の一つは音の世界にもあります。茶損で抹茶を立てる細かな音、湯が沸く時の
静かな音、畳に茶碗を置く優しい音、これらが一つになり、心に落ち着きを与えます。茶室では静けさが大切にされますが、耳を澄ますと小さな音が心を包んでいることに気づきます。茶道は一期一会という考えを大切にします。今日のお茶会、今日の天気、集まった人々、使われる道具、そのすべてが同じ形で再び揃くとはありません。一度限りの出会いだからこそ一瞬一瞬を丁寧に過ごすのです。この精神は日常の人間関係にも役立ちます。茶道を体験すると自然と心が静かになります。正しい姿勢で座り、ゆっくりとした動作を行うことで自分の呼吸や心拍に気づけるようになるのです。忙しい日常から少し離れ、今この瞬間に集中することは心を整える良い練習になります。茶道は、小さな瞑想とも言えます。服装についても配慮が必要です。派手な色や大きなアクセサリーは避け、落ち着いた服装で臨むのが良いとされています。白い靴下を用意すると丁寧です。茶室では静けさが大切なので、衣服の音や香りにも注意を払います。こうしたシンパ狩りが場をより美しいものにするのです。茶道の作法は複雑に見えますが、最初から完璧である必要はありません。わからないときは周りの人の動きを真似れば大丈夫です。大切なのは心を込めて参加することです。たとえ小さな失敗があっても気持ちを正して続ければ十分です。茶道は評価よりも思いやりを重んじる文化です。茶道では五感が大切にされます。目には掛け軸や花、耳には湯の音、手には茶碗のぬくもり、鼻には抹茶や木の香り、舌には甘みと苦みの調和、これらすべてを通じて今この瞬間を感じます。普段は見過ごしてしまう小さな感覚を大切にすることで心が穏やかになっていきます。茶道の学びは日常生活にもつながります。姿勢を正すこと、呼吸を整えること、相手に敬意を払うこと、これらは職場や家庭でも役立ちます。小さな動作に心を込めると、人との関わりも自然に柔らかくなるのです。茶道は一杯のお茶から生活全体を豊かにする知恵を教えてくれます。日本各地には茶道を体験できる場所があります。京都や金沢のような歴史ある町では観光客向けの体験会も開かれています。茶室で実際に正座し、和菓子を味わい、抹茶をいただく体験は忘れられない思い出になります。短い時間でも心に深い印象を残すことでしょう。自宅でも簡単に茶道の雰囲気を楽しむことができます。抹茶と茶膳を用意し、静かな音楽や花を飾ってみましょう。完璧な作法は必要ありません。大切なのは心を落ち着け、一口を丁寧に味わうことです。日常の中に小さな茶の時間を取り入れるだけで心に余裕が生まれます。今日は茶道を体験するというテーマでお話ししました。茶道はお茶を飲むだけでなく、人や時間を大切にする文化です。下に漢字と語彙リストがありますので、復習に役立ててください。そして、いいねとチャンネル登録をお願いします。質問です。あなたは茶道を体験してみたいですか？ぜひコメントで教えてください。